こんにちは。こんばんは。おはようございます。日本語 V ティーチャーのわさびです。今週のスパイファミリー、もう見ましたか？語彙、文法はもちろん、今日は敬語、慣用句、オノマトペも勉強しましょう。準備はいいですか？正念場は明日になるかもって部長さんがおっしゃってました。わかりやすいように文を切ってみましょう。では簡単な日本語に直していきます。正念場、一番大切な場面。シーンは明日になるかもしれない。まだわからないけど、多分、と部長さんが言っていました。一番大切な場面は明日になるかもしれないと部長さんが言っていました。簡単な日本語にするとよくわかるようになりました。この最後の文、英語を日本語にするとき、部長さんが言いましたと言いたくなりますね。と言いましたvsと言っていましたと言いました。アーニャはロイドに船に乗りたいと言いました。これはファクトです。誰かが言ったことをそのままコーテーション、引用するときに使います。と言っていました。私は他の人から聞きました。それを誰かに言います。レポーティッドフォームです。この時と言っていましたを使います。動詞の辞書形、他形、一形容詞、な形容詞名詞、プラスと言っていますと言っていましたの形です。友達、家族、同僚などが言ったことを伝えるときはと言っています。いましたで OK です。でも部長さんのようにボスや上の人が言ったことを伝えるときはとおっしゃっています。いましたを使います。これは動詞の尊敬語です。3日目、グレイ夫妻は終日水入らずで過ごすと伝えてあるので問題ありません。3日目、この目、めちゃくちゃ便利です。3日、これはその日1日か3日間という意味です。でも、目をつけると、1、2、3、3番目のという意味になります。これは他のカウンターと一緒に使うことができます。このゲームをするのは2回目です。ナルトは7代目ホカゲです。夫妻、それぞれの漢字は夫、妻と読みます。つまり、夫妻は結婚したカップルという意味です。これは夫婦も同じ意味ですが、夫妻の方が丁寧な言葉なので自分には使えません。普通、ファミリーネームプラス夫妻、ご夫妻のように使います。夫婦は夫婦愛、夫婦喧嘩のように他の名詞とセットで使うことも多いです。でも、夫妻は
このような使い方をすることはできません。終日水いらずで過ごすと伝えてあるので問題ありません。終日、一日中、朝から夜まで、水いらず、他の人が入っていない家族だけ、仲のいい人だけで過ごします。と伝えます。他の人に言います。ってあります。もう準備しました。このタスクは終わりました。ので、because なので、問題ありません。OK です。というセリフです。このであります。他動詞の手形と一緒に使います。他動詞は何か他のもののアクションで何かをコントロールするという意味。自動詞はそのもののアクションという意味なので他動詞しか使えません。それからこのでポイントです。テニスをします。何人ですか？2人です。2人でテニスをします。何かをするメンバーの数、人数を表します。ちなみに、家族で旅行に行きます。家族と旅行に行きます。これは少しニュアンスが違います。では、私の入っているグループのみんなでという意味です。との場合、私は旅行に行きます。プラス家族、with 家族という違いです。もごもご、A と B、どちらがもごもごだと思いますか？実はどちらももごもごです。もごもごには2つ意味があります。1、あまり口を開けないで話す様子。少し照れている。恥ずかしい時や自信がない時、心配な時などに使います。2、あまり口を開けないで食べ物を食べる様子。これはもぐもぐと同じ意味なので言い換えることができます。でももちろん違うオノマトペなのでどういうニュアンスの違いがあるかちょっと考えてみました。もごもごはもぐもぐよりも口に食べ物がたくさん入っているときやちょっと食べにくそうにしているときに使うイメージがあります。なぜなら1の意味、あまり口を開けないで話す様子という意味で使うときには少し言いにくいとか言うかどうかを迷うというニュアンスがあるからです。もぐもぐはよく噛んでスムーズに食事を楽しんでいるイメージがあります。もごもごはちょっと苦しそうです。アニメでは夜とアーニャがもごもごしています。チェックしてみてね。どっちだ？普通の親は買うのか買わんのか。買うべきか否か。これはどちらもロイドのセリフですね。このかの文法は会話でよく使います。おはノットという意味ですね。買わん、買わない、いなはノット、いなか、おはノットという意味です。つまり、この場合は買うべきか
買うべきではないかと言い換えることができます。するかしないか、自分の気持ちだけで決めることができます。もうすぐ雨が降りそうだな。買い物に行くか行かないか迷うな。行くか否か。二つ目の動詞はネガティブも使えるし、他の動詞を使ってプラン A とプラン B を比べる文にすることもできます。買い物に行くか、家にいるか。するべきか、するべきではないか。べきは強いアドバイスの文に使います。duty、道徳や obligation、義務から考えて決めるという時に使います。明日テストだけど、早く寝るべきか、寝るべきではないか。明日テストだけど、早く寝るべきか、勉強するべきか。どちらかわからないと言いたいとき、比べるときは、かは2つです。行くか行かないか。ひらがなで書くか、カタカナで書くか、どっちがいいですか？このかはショートカットすることもできます。意見を言うときは、かは1つです。コーヒーか紅茶でお願いします。申込書は黒か青のペンで書いてください。このかはショートカットできません。父、いつも的外れ。的、ターゲットです。ダーツが的から外れます。このように、的外れとは何かを話すとき、返事をするとき、言わなければいけない大事なこと、言うべきことが話題とマッチしていない、なんか違う、ずれているという意味です。例えば、カレーを家で作るか食べに行くか悩んでるんだよね。カレーは辛いからシチューの方がいいよ。この答えは質問している人の答えにマッチしていると思いますか？ちょっと違いますよね。これが的外れです。いかがでしたか？ちょっと難しい言葉が出てくると全然わからないと思ってしまうこともありますが、実は N5 や N4 文法だったということはよくあります。注意して聞いてみてくださいね。そして今日はニュースがあります。今月からメンバーシップを始めました。早速入ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからも一生懸命活動していくので、ぜひ応援してください。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。それでは次のレッスンでお会いしましょうね。おっつわっさびーも。バイバイ。